イエーイ。人生に迷ったらモンゴルに行けパート2スタート。エルセントサルハイの帰り道、ゲルで受けた温かいおもてなし、そしてウランバートルで起こったまさかの人物との奇跡の遭遇、さらに夜の街徘徊から巨大チンギス・ハーン像、神秘的なアーリアバル総院まで見どころ満載の後編スタートです。За баярлалаа. Юм идчихсэн ахын доо баярлалаа. Яасан. はい、こんにちは。大草原に佇むゲル。中へお邪魔すると早速温かいおもてなしが待っていました。モンゴルでは訪れたゲストを温かく迎えるのが伝統的なマナー。ゲルに入るとまず差し出されたのは夏の名物アイラグ、馬乳酒。微炭酸でキュッと酸っぱいカルピスソーダみたいな味です。ここで大事なのが、差し出されたら必ず一口は飲むのがモンゴル流のマナー。全部飲みきらなくても一口味わってテーブルに置くだけで、あなたの好意を受け取りましたという温かい合図になるんです。おお、美味しい。酸っぱい。酸っぱい。ちょっと飲んでみて。酒？そう。いや、ちょっと入ってる。이거 고연이네. 조금 가수인 리준. 地平線が広がる大草原の真ん中に突如として現れる巨大な岩山。これは何億年もの時をかけてマグマが固まった岩が風や雨に削られて生まれた自然の造形美です。自然の圧倒的なスケールを前にすると、ちっぽけな悩みなんて本当にどうでもよく思えてきますね。助手席で気持ちよく意識を失っている間に、車はウランバートル市内へ。やってきたのは市内南部に位置するザイサントルゴイ。かつての戦勝記念碑が佇む歴史ある丘です。麓には財産ヒルコンプレックスという真新しい大型商業施設があり、ショッピングモールからウランバートルを一望できる絶景展望台へ直接アクセスできます。観光客はもちろん、現地の人々にも親しまれている人気のスポットです。ショッピングモールを抜けて丘に向かう途中に現れるのがスカイウォーク。床はガラス張りになっていて、空中散歩気分を味わえるスリリングな名物エリアです。ここから展望台の頂上を目指しておよそ300段の階段を登っていきます。一歩一歩踏みしめて登りきると、ウランバートル市内を一望する最高の絶景が待っています。おお、すごい。向こう全体で見える。もうすごいね。これがウランバートル。一望。これじゃあいいだろ。ジャギゾラ、息子ちゃんと。すごいね。
あ Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Japan. 日本人ですか？日本の方だ。日本人です。こんにちは。こんにちは、こんにちは。今日なんか YouTuber とか。いや全然。あいやよかった。あ。いや、びっくりしたんです今。どちらから日本は？名古屋です。名古屋。僕北海道から。北海道。ご家族。うちの会社の従業員で、今ナーダムのお祭りではい。帰るって言うから、じゃあ俺も行くって言って食ってきて。もう日本の方。そうです日本で働いてます。日本人ですか？そうです。いや違うモンゴルです。モンゴル人です。ウランバートル。団体テニスのバイオと。すごい。日本語すごいですね。上手。すごい。そう。僕はちょっと TikTok やってて、ちょっと旅行ブログみたいなのを作ったりしてて、もしよかったら動画見ても大丈夫。はい、正体はチャンネル登録者数数百万人を誇る超有名マルチリンガル YouTuber カズランゲージさんでした。別れ際にチャンネル登録しときますねなんて軽く言っちゃいましたが、まさかそんな大物とは知らず大変失礼いたしましたこの時の模様はぜひカズランゲージさんのチャンネルでお楽しみください。いやー、無知ってほんと怖い。朝も早かったので本日はこれにて解散。時刻は午後5時ですが、外はまだまだ明るい。実はモンゴルでのスマホの海外通信設定をやらかしまして Wi-Fi 以外では一切ネットが使えない状況だからといって部屋でじっと黙っていられるわけもなく、地図も翻訳も使えない環境の中、野生の勘だけを頼りに一人ウランバートルの街へ飛び出しました。ここガンダンテクチェンリンジはモンゴルチベット仏教の総本山。社会主義時代に多くの寺院が破壊閉鎖される中でも活動を許されていた数少ない寺院であり、現在も多くの僧侶が修行に励み、市民が参拝に訪れる信仰の拠点となっています。かつて社会主義だった時代、禁止されていた西側の音楽を聴き、若者たちが自由を夢見て集まったのがこの場所でした。ビートルズの歌は自由の象徴となり、やがて民主化運動へとつながっていくことになったのです。街中でよく見かけるこの車、ロシア製ワズ・ブハンカ。半世紀以上このスタイルのまま作られている、まさに生けるレトロカーです。うわーでかウランバートルの中心部に2022年に誕生したチンギス・ハーン国立博物館。9階建ての巨大な館内に並ぶのはなんと9割以上が本物という貴重な歴史的遺物の数々です。古代遊牧国家の時代から大モンゴル帝国まで英雄たちの足跡をたどりながら最上階へ向かうと、そこには息を飲むほど神々しい純金コーティングのチンギス・ハーン黄金像が。
モンゴルの誇りと歴史の重みがぎゅっと凝縮された、まさに博物館のハイライトにふさわしい圧巻のパワースポットです。これチンギス・ハンさんのお墓を再現してるんだ。うわ、すごいな。モンゴル版チェス。館内でひときわ目を引くこのオブジェは、かつて帝国の首都カラコルムの宮殿バンアン宮にあった伝説のシルバーツリー。世界中の富と文化が集まった大モンゴル帝国の繁栄を象徴する圧巻の展示です。おお、なかなか。ちょっと真似しないとダメだ。不能那个倒回来啊，那个倒着出来。大哥。ウランバートル市内から車で走ること1時間少々、広大な大草原の中に突如姿を現すのがエルデネ村にある巨大チンギス・ハーン騎馬像。高さはなんと40メートル。銀色に輝く巨大な像が地平線に佇む光景は、遠くからでも異次元も存在感です。お金。ここに投げて、この辺に、ね、入れば運がいいね。おお、すごい。お、階段。階段なんだこれ。すっげえ狭い。最後だ。しばらく入れ替わるまでちょっと時間かかります。うわすごい景色。下から見上げる40メートルの巨像は言葉を失うほどの迫力。馬の頭から見渡す大草原もまさに絶景そのものでした。歴史のスケールとモンゴルのでかさを全身で実感した瞬間です。巨大な銅像を後にした私たちが向かうのは、モンゴルのまた別の顔、モンゴル北東部に広がる緑豊かな山岳エリアへ。と、その前にゲルが立ち並ぶサービスエリアで腹ごしらえのランチタイム。ここは蒙古球や鷹匠といったモンゴルの伝統文化を体験できるアクティビティも充実しています。
おおお、ゲルレストラン。あんまり人が入んないで、そうやってもいいよ。あそこして、あそこでして。今回のモンゴル旅を締めくくるのがテレルジ国立公園の大自然の中に佇むアーリアバル寺院。ここは僧侶たちが瞑想を行うために建てられた非常に神聖な場所です。本堂へ続く参道には仏教の教えが書かれた板や無数のマニ車が並び、歩いているだけで心が洗われるような感覚になります。そして最後に待ち受けるのが煩悩の数と同じ108段の急階段。息を切らしながら登り切った先からは緑豊かなテレルジの大草原を一望する絶景が広がっています。ちなみにこのアーリアバル寺院、歴史的な古刹と思いきや、実は2004年に完成した比較的新しい瞑想センター。今ではテレルジ国立公園を代表する心の静寂を取り戻すためのパワースポットとして親しまれています。めっちゃ怖い吊り橋。後ろでね、揺らして遊んでるおじさんがいるわけですよ。あ、ジャギとほら、俺のやつがある。はあ。すごいカラフル。おお、すごい。釈迦様。お金。あ、オッケー。くる。お、すごい、裏まで行くんだ。全部回すんだ。素晴らしい。お釈迦様。すごい。果てしない大草原に吹く風と悠久の時を刻む歴史の面影。他の国では決して見ることができない圧倒的な大自然のスケールと、今も力強く息づく独自の文化。大地と共に生き、訪れる者を温かく迎えてくれる人々のぬくもりと祈りがここには確かに存在していました。日常を少し離れ、この雄大な世界に抱かれた時、忘れていた大切な気持ちがそっと心に満ちていくのを感じました。ここでしか出会えない景色とロマンが待っている国、モンゴル。人生の道に迷った時はぜひこの大草原へ飛び出してみてください。それではまた次回の動画で。バイバーイ。